ひろゆきが考えるクルド人の性的暴行事件の再犯から見る日本の未来。日本人でも悪いことをする人がいるので、例えば日本人で性的暴行を再犯する人ももちろんいるんですよ。何の話かというとツイッターで書いたんですけど、12歳の女の子を性的暴行して、で裁判で有罪になって、でも執行猶予中の4ヶ月後に14歳の子を性的暴行して有罪になったので懲役8年っていうクルド人の18歳とかだっけの人がいるって話なんですよ。性的暴行をするような人というのは日本人にもいるので、これは別に僕人種差の問題ではないと思うんですよ。で、僕が問題だと思う部分は産経新聞の記事にあったんですけど、傍聴関係者の中でトルコ人かどうかわかんないですけど、トルコ語で人を殺したわけではないのに重すぎるって言った人がいるんですよ。判決、12歳の子を性的暴行したので8年間刑務所に行くということに対して、人を殺したわけでもないのに罪が重すぎるという言った人がいましたと。その価値観を日本に持ち込んではいけないよねと僕は思うんですよ。一定の笑いで悪いことをする人はいるんですよ。でもなんか万引きぐらいいいよねとか、性的暴行ぐらいいいよねという価値観の人がどんどん増えてくることによって、じゃあそれをやった人がいても通報しないし、それをやった人がいてもこれくらい起こり得るよねというふうに諦めるという形で価値観自体が動いてしまうんですよ。なので犯罪者を捕まえて刑務所に入れよう。これはどの国でもあるし、で、日本人でも犯罪者はいるからと。ただ、犯罪をしてない人が、犯罪を犯罪だと認識しないという価値観が僕は問題だと思うんですよ。なので、トルコ人の方が他に友人やその人がじゃあ子供を持っていて教育をしていたとして、自分の息子が性的暴行したとしても別にいいんじゃないって言うんだと思うんですよね。それはものすごく悪いことで、警察に行って自首をして刑務所に入るべきだよねって教えるのか、別にいいんじゃないそれくらいっていうのかというと、多分別にいいんじゃないっていう人なんだと思うんですよ。で、そういう人を増やすのはさすがにまずいでしょっていう話なんですよ。なので、悪いことやった人は悪いよね。これは僕日本人も悪いことをするので、それは刑務所に行けや、みたいな話なんですけど、日本人であれば、仕方ないよね。仕方ないというのは、要は日本人として日本の教育制度の中で育ってそういう考えになってしまったのであれば、それは日本の教育制度の問題とか、日本の文化の問題かもしれないですけど、外国人の人が入ってきて、日本に住むようになって、その価値観を広げるのであれば、僕はそういう人には日本に滞在してもらわない方がいいと思ってるんですよ。なので、そういう思考を持ってる人にはビザを出すべきではないし、刑務所に8年間行く人の父親は難民申請をしている最中の人なんですよ。なので、日本としてはビザを出した覚えのない人の息子が14歳と12歳を性的暴行してるんですよ。なので、父親もそれが悪いことだと子供に教えるというのをやってなかったんだと思うんですよね。もちろんやったけどダメだったっていう可能性もあるんですけど、多分トルコ語で話してる人たちの文化の中ではそうなんだとすると、やっぱりそういう日本に本来入る許可、日本で労働する許可もないし、滞在する許可も持ってない人というのが居座り続けるというのはこういう問題になってしまうよねと思うので、トルコの人ってノービザで来れるんですよ、日本に。で、ノービザで来て、ビザが切れた後に、難民室っていうのを言い出すっていうのをやるんですけど、結局ノービザで来れないようにするっていうのにするパターンしかないんじゃないかなと思うんですけど、ちなみに犯罪をやった人、14歳と12歳を性的暴行した人に産経新聞がインタビューをしていて、差別を受けたことありますかっていうので、トルコにいる時に差別を受けたことはありませんって言ってるんですよね。それ難民じゃないじゃん。なんかさ、迫害されているから自分の国では生活できません。だから日本に難民として来ました。難民として申請します。わかります。まだ論理はわかります。母国トルコにいて差別受けたことありません。じゃあトルコで暮らせばいいじゃん。それ難民じゃないじゃん。っていうところなので、いや、それはとっととトルコに帰っていただいた方が良いのではないでしょうか。ちなみにね、だいたい一人刑務所に行くと年間に400万円かかるんですよ。8年いると最低3200万円。で、それ以上お金がかかる場合、医療費とかタダなんで、病気になりましたとかってので、病院に行きましたとか、手術をしましたっていうのも、それも税金から出るので、3000万から4000万円ぐらい、あなた方の税金で払います。
そのお金を払うのはあなた方が払った所得税とか消費税で性的暴行した人が8年間刑務所に行くお金を払います。僕は強制送還して日本に入れないようにするって方がいいと思うんですよね。日本の人って結構勘違いをしてる人が多いんですけど、刑務所というのは強制施設であって、悪いことをした人が二度と悪いことをしないようにしようと考え方を改めるための教育施設なんですよ。これは僕は日本人はちゃんと考え方を変えるべきだと思うんですよ。仮にじゃあ日本人が婦女暴行しましたって言ったら、それは間違ってるよね。日本人として日本でこれから生きていくわけだから、婦女暴行しないで社会の中でちゃんと働いて生活できるようになった方がいいよね。だからその強制のために年間400万円を日本人が払います。これはわかるんですよ。外国人の教育費用、日本人が払う必要なくね。それはもうトルコにとっとと帰っていただいて、日本には二度と入れないっていう形にした方がいいんじゃないかなと思いますけども。神戸で女性を襲った男が3年前の同様事件を起こし失踪後再犯するの日本人。いやだから裁判官って責任取んないっすよね。あれだから3年前に婦女暴行を起こした人を結局刑務所に入れなかったせいで、クルド人の12歳婦女暴行した後に14歳婦女暴行した人もやっぱり執行猶予つけちゃったせいなんですよね。裁判官の判断のせいで結果として被害を被る人がいるという時に、その裁判官ってちゃんとそれ責任取る気あんの？警察官もそうですけど、大河内工業事件とかの冤罪事件とかも、あれも警察官じゃあ誰が責任取ったのみたいな。じゃああれを逮捕するって決めて、刑務所に勾留するって決めて、病気だから刑務所じゃなくて一回病院貸してくださいよっていうのの保釈請求を断った裁判官のあなたのせいで死にましたよ、無実の人が。って思うんですけど、なんか責任取んないよね、ああいう人たちって。少女に乱暴とかして川口の治安を生み出すからクルド人は出ていけと主張している人たちと、少女に乱暴したり寄進問題で沖縄を危険にさらす米軍出てけと主張している人は何が違うの？クルド人出てけと主張する議員は公平に沖縄大学が出てけと言うべきだし、逆もしかりだと思うのだが、クルド人は違法滞在で、アメリカの米兵の場合は合法的に沖縄にいることが可能な人で、なので、違法な形で滞在するという人たちが存在すると、違法な形で滞在しているので、そもそも金を合法的に稼ぐことができないんですよ。なので、ある種、違法的な手段で金を稼がなければならないっていうのがあって、結果として日本の産業に対して、日本の産業だったら日本の労働者に対して、マイナスの影響があるんですよね。で、アメリカの米兵はあくまで合法的に滞在しているので、アメリカ軍がお金を出したり、日本政府がお金を出したりするので、日本の最強に対する圧迫というのはないっていうところの違いがあるので、合法的に滞在しているか、違法に滞在しているかというのは明確な違いがあります。で、これが違法に滞在しているか人によって表現が違うんですけど、難民申請が拒絶されていて、本国に帰れと言われてるけど帰っていない状態というのは、違法な滞在ではないんですよ。滞在はしていいんですよ。ただ、お金がありません。仕事もできません。という状態で人間が生きることが可能ですかって話で、飯食わなきゃいけないし、家賃も払わなきゃいけないじゃないですか。すげえ大金持ちがいて、クルドの人の難民申請が断られた人の全員の家賃は私が払ってますとか、全員の食費は私が払ってますっていう人が出てくるんだったら僕は何の問題もないと思うんですよ。でも、そういう人いなくて、結果として何らかの手段で生活費を得て暮らしてるんですよ。でも、労働ビザがないので働いちゃいけないんですよ。働いちゃいけない人が何らかの手段でお金を得るって、それグレー以外どうやってお金を得るの？僕知りたいんですよ。全員競馬で大儲けして生活費稼いでますって言うんだったら、すごいじゃんって話で、合法に金稼いで暮らしてますって言うんだったら、じゃあ全然問題ないようなんだけど、合法にお金を稼いでる手段っていうのを証明できずに、何らかしらの手段でお金を稼いで暮らしていますってなると、それはグレーか違法な手段で暮らしてるんじゃないのってなるので、なので良くないよねというふうに僕は思ってます。埼玉でもクルド人被害がひどくなっていますが、父と市長を変える以外に改善方法あるでしょうか？まず、川口市長と埼玉県知事が悪いと考えるのが僕は間違ってると思ってます。クルド人が日本に入ってきました。難民申請しましたっていうので、僕が知る限り難民申請が通った人って一人しかいないんですよ。で、それ以外の人っていうのは基本的に難民申請自体は却下されて、却下された人って強制送還されないんですよね。却下された状態でだらだら日本に居続けられるというルールになってるので、結局じゃあクルド人の仲間がいるところに住むよねっていうので、結果として川口市近辺に住んでしまうってことになってるので、
川口市長とか埼玉県知事の問題ではなくて、日本が国として難民申請却下された人はとっとと強制送還するっていうのを僕はやるべきだと思うんですよ。強制送還をしないというのは、埼玉県とか、その川口市長とかは、強制送還っていう手続きは取れないんですよね。それは国がやることなので。なので、本来であれば国がやるべきことなんですけど、国がやってないというのは怠慢の問題なので、国の問題を川口市とか埼玉県知事の問題としてしまうのは、むしろ川口市長とか埼玉県知事がかわいそうだなっていうのと、そもそものその問題の解決方法が間違ってるので、今は2回までかな、前は3回できてとかで、難民申請3回ダメだったとしても、ずっと日本にいられる謎な状態だったっていう。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。ひろゆき LINE スタンプ好評発売中です。概要欄に購入リンクがあるので、そちらから購入できます。よろしくお願いします。